皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの解説をお届けします。この動画では先日獲得可能になった新監督、セスク・ファブレガスを生かす戦術について解説します。その特徴は何といってもチームスタイルがポゼッションでありながらタッチダウンパスが使える点です。一見すると相反するように思える2つの要素を組み合わせることでこれまでになかった新しいポゼッション戦術が生まれます。ぜひ最後までご視聴ください。では今回の戦術の概要を解説します。チームスタイルはポゼッションですが、普段のようなビルドアップやフィニッシュにおける細かい戦術はありません。それよりもタッチダウンパスを供給するための仕組みを第一に考えます。そのために今回は 4-3-2-1 のフォーメーションを採用します。特徴はサイドに選手がいないことです。このような場合、従来ならサイドバックを高い位置に押し上げることで幅を確保していましたが、今回はそれを行いません。高い位置で幅を取るのは相手を深くまで押し込むためですが、今回はタッチダウンパスという武器があり、パスをつないで相手を押し込む必要がないためです。戦術的なポイントは自陣でのボール保持です。低い位置に留まったサイドバックに加えて、状況に応じて OMF もパスを受けに下がります。ゴールキーパーも含めた10人で自陣でボールを保持し、タッチダウンパスにつなげるというのが今回の戦術の一番の狙いです。また、センターフォワードの選手をあえて孤立させることで、タッチダウンパスの出し間違いを防いだり、レーダーで見つけやすくなるというメリットもあります。以上が今回の戦術の概要です。非常にシンプルですが、タッチダウンパスはそれだけで十分なほど強力なリンクアップです。続いて戦術を実現するスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。まずはタッチダウンパスの受け手となるセンターフォワードのラインブレイカーについて。ここはスピードと瞬発力、決定力が何よりも重要です。良い選手がいない場合は先日報酬で配布されたオーバメヤンが最適です。また、ここの選手は試合終盤にスタミナ切れを起こしやすいので、控えでスーパーサブを準備しておくことも重要です。続いてタッチダウンパスの出し手となる DMF のプレーメーカー。ここの選手のパスのクオリティが得点に直結するので、守備力や機動力といった他の面に目をつぶってでもパスの上手い選手を起用します。その分、両脇の DMF には守備的な選手を起用することで攻守のバランスを取ることもポイントです。次にサイドバックの選手。ここは攻撃的サイドバックの選手を起用します。先ほど解説したように、サイドバックは低い位置でボール保持に関わることが重要ですが、攻撃的サイドバックを起用することで同じサイドにボールがある時には積極的に攻撃参加します。タッチダウンパスだけで得点につなげられればベストですが、試合の中ではどうしても相手を押し込む状況が生まれます。サイドバックがサポートを行うことでそのような状況からでも点を取りやすくなるので、守備的サイドバックではなく攻撃的サイドバックの起用がおすすめです。最後に OMF の選手。ここには今回チャンスメーカーを起用しています。これは先ほど解説した OMF が状況に応じてパスを受けに下がる動きを強調するためのものです。ただ今回はポゼッションなのでどのプレースタイルでもある程度はボールを受けに来てくれます。その動きが最も顕著なのはチャンスメーカーですが、それにこだわりすぎる必要はなく、良いチャンスメーカーの選手がいれば使うくらいの認識で問題ありません。以上が今回のスカットの解説です。続いて試合でのプレーを紹介していきます。まずは今回のメインであるタッチダウンパスでの得点を紹介します。最初に解説したように低い位置でボールを保持しながらスペースのある状態でプレーメーカーにボールを預けられるタイミングを探します。また、ラインブレイカーの動きを見ておくことも重要です。基本的にはプレーメーカーがボールを持ったタイミングで少し下がり、そこから裏に抜ける動きを行うので、それに合わせてパスを出すのがベストです。
downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. 次に相手を押し込んだ局面でのプレーを紹介します。タッチダウンパスがあるとはいえ、先ほども触れたように試合の中ではどうしても相手を押し込む場面が生まれます。ただ今回はサイドに選手がいないフォーメーションなので、ボールを動かせる範囲は限られており、相手を押し込めば押し込むほど得点が難しくなります。ここでのポイントはシンプルにラインブレイカーの裏抜けに合わせることです。ミッドフィルダーがボールを持った時は常にラインブレイカーを見ておき、スルーパスを出せるタイミングがあれば積極的に狙います。押し込みすぎることなく相手を崩すイメージで早めに仕掛けていくことが重要です。I could set you free. Show you what this world can really be. Here with me. I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. 今回は新監督セスク・ファブレガスを生かすポゼッション戦術を解説しました。このようなタッチダウンパス単体の戦術でも十分強力ですが、例えば前半はタッチダウンパス狙いで慎重に戦い、後半からポジショナルプレーに切り替えて支配するといった戦術変更も可能だと思います。ぜひ色々と試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。